皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。ここは朝6時の中国深セン空港、ビジネスクラス世界一周旅の第3話のスタートです。入って最初に目に飛び込むのは巨大な中国の国旗。デザインがめちゃくちゃかっこいいね。近未来的な感じが深センの街の雰囲気と合っています。向かうは北京。深セン航空に乗って中国国内線のビジネスクラスフライトです。北京では長時間トランジットなので一度街にも出てみる予定。まずはカウンターに向かってチェックインだね。どこに並んだらいいかよくわからん。優先カウンターもなさげなので普通に待ちます。結構時間が迫っていてドキドキする。チェックインできました。ボーディングタイムまであと30分。一応ラウンジも使えるみたい。とりあえず検査場を通過しました。検査場はすごく混んでて搭乗まであと15分。しかもどうやらゲートは遠い気がする。ひたすら歩く歩く歩く。一応深セン航空のラウンジもチラ見しましたが、普通の食堂みたいなスペースでした。滞在時間2分。結局ゲートは一番奥のところにありました。あと3分で搭乗開始。外は明るくなってきたみたい。いい朝のフライトになりそう。息をつく間もなくそのまま飛行機に吸い込まれます。しかし本当にかっこいい空港だな。無事に間に合いました。深セン航空のビジネスシートは真っ赤。なんかエネルギーがもらえそうな雰囲気です。前方との間隔も広々。ナローボディ機の 737MAX だけどビジネスクラスはさすがに窮屈感はないね。枕とブランケットが配られます。たった3時間のフライトだけど朝早かったから寝ちゃうかもな。シートはフルフラットではありません。びっくりするくらい熱いおしぼり。悠久の歴史を感じる水ももらえます。ウェルカムドリンクはオレンジジュース。なんかハイシーみたいなすごい懐かしい昔のオレンジジュースの味がする。今となっては逆に新鮮。安全のビデオも流れたのでそろそろですかね。ここから約3時間のフライトで北京には10時に到着予定。初めての中国国内線フライトです。しつこいけどほんとかっこいい空港だったな。公共工事にお金をジャブジャブ使える国が羨ましい。空港ってのは絶対かっこよくあるべきだよね。それではいよいよテイクオフです。深センと香港は近いのにだいぶ雰囲気の違う街だったな。でも深センはきっとまた来ることになる気がします。ひとまずはその時までお別れです。中国はバカでかい都市があちこちにあるね。これは多分深センとは違う街な気がする。また別の空港を発見。10億人以上住んでるとあちこちに空港はあるね。機内サービスでコーヒーをもらいました。蓋が笑ってる。一緒にナッツもくれました。国内線なので食事はなしです。いつの間にか寝ちゃって気づいたらもう北京近郊。街の雰囲気がちょっと変わった。心なしか大気の状態も深センよりももやってる気がするな。曇ってることを差し引いてもう白っぽい。北京首都国際空港は少し郊外にあるらしいけど、すぐ近くまで住宅があるんだね。いよいよ着陸です。
無事に北京首都国際空港に着陸しました。空が真っ白だ。あまり見慣れない飛行機がたくさんいます。あれは首都航空。海南航空のハンガーの前に深セン航空。隣のゲートも深セン航空でした。深センよりだいぶ涼しいな。とりあえず制限エリアを出て街に向かいましょう。外に出てきて最初に向かうのは荷物の預かり所。この到着ロビーの奥の方にあるらしい。ありました。観光の間荷物を預かってもらいましょう。見張りになったので中心街に向かいます。北京市内へは地下鉄でアクセス。多分こっちで合ってるはず。ここが乗り場っぽいね。ワンフーチンに向かってみます。電車に乗るためにアリペイをインストールしておきました。この QR コードを改札で読ませれば OK なはず。自動的にクレカに請求されます。ちゃんと乗れました。綺麗な車内だね。途中で乗り換えつつ約1時間くらいの移動です。今回は中国本土を歩くのでアリペイと高徳地図を用意しました。少しだけ日本語表示も対応してるけど肝心の駅名が難しい。とりあえず最寄り駅まで来たけどすごいねこれ。道がめちゃくちゃ広い。すごく中国を感じる。随分と大きなホテルもありました。やっぱり何でもでかいなこの国は。このワンフーチンは北京を代表する繁華街らしいです。広い道の左右に百貨店が連なっています。とりあえずご飯を食べたいんだけどどこがいいんだろう。ほぼ下調べもせずに来てるからお店に心当たりがないんだよね。中国語は話せないから観光客慣れしてそうなところがいいんだけど。白熊のソフトクリーム屋さん。どこか百貨店っぽいところに入るのがいいかな。とりあえずここに入ってみましょう。上の階にレストランフロアがありました。なんか早速美味しそうな匂いがしてる。なんかよくわからんけどここにします。400円くらい。写真と漢字でなんとなく雰囲気はわかる。なかなか美味しそうじゃないか。着席。店員さんには身振り手振りで注文できました。優しい人でよかった。なんかお湯くれた。注文したのはこちらの豆の麺。ちょい辛っぽい気がする。あとは大好物のよだれ鶏。楽しみだ。中華あるあるの骨ごとぶった切られているスタイルで意外と可食部が少ない。麺の方は豆ペーストがまろやかで食べやすい味付け。これ美味しいです。シンプルなんだけど食べるほどハマっていくお味。これは当たりだな。よだれ鶏の方は本格的に辛い。でもうまいです。ごちそうさまでした。では観光に戻りましょう。今回もアリペイで払いました。約40元。これが自動でクレカに請求される設定にしています。続いて歩いて天安門広場の近くにやってきました。大混雑。迂回しないといけなさそう。人がすごいんだけど国慶節ならもう関係してるのかな。とりあえず流れに沿って入り口に向かいます。
この壁は定番の撮影スポットなんだろうね。目の前まで来て知ったんですが、天安門広場は予約必須。突然来たのでもちろん予約なんてしておらず。というわけで仕方ないので帰ります。でも中国の雰囲気は少しは味わえたんじゃない？行き当たりばったりで旅してるとこんなこともよくあります。今回はトランジット中の弾丸市内観光だったので、これでも十分。ちゃんとした観光は次回に取っておきます。空港まで結構時間がかかることが分かったので、そろそろ帰ります。駅が結構離れてて自然と歩かされますね。すでに1万歩以上歩かされていた。飛行機に座ってるばっかじゃ良くないからね。地下鉄の仕組みもだいぶ分かってきました。もう少し時間があればもっと観光したかったけど、今日はもう一フライト控えています。なので乗り遅れないように早めに空港に帰ってきました。北京首都国際空港に到着です。北京の空気を吸いに街に飛び出した感じでしたね。ちなみにこの日の北京の待機室は悪い。これを吸いに行ったと思うと空港でじっとしててもよかったんじゃないかなと一瞬思う。でも知らない街を歩くっていうのはそれだけで楽しいからね。飛び出してよかったです。この後はまた国際線で中国を出国。次の国を目指します。行き先はどこでしょうか？その答えは次の動画でご確認ください。今回はちょっとドタバタな移動ばかりの動画でしたが、次回は再び国際線、ラウンジに行ったり機内食を食べたりビジネスクラスを堪能します。というわけで、それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。